皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ロシアのプーチン大統領がまた自滅的な手を打ったかもしれないので取り上げていこうと思います。現在ロシアでは部分動員令を発令することによって30万人規模の予備役を徴兵し、これを戦力化して前線へ投入しようとしています。これに伴って非常に増大するのが補給任務、いわば兵站です。兵站というのは戦争を長期的に戦う上で非常に重要なシステムであり、このシステムがその国においてどれだけ重要視され機能しているかが実際の前線で戦う兵士たちの戦闘力にも大きく影響するものなのです。しかしプーチン大統領はそこにも大きな不安材料を自ら引き起こそうとしています。今回の動画ではプーチン大統領が兵隊を自らの手で破壊しようとしているかもしれない。そして部分動員令を発令することによって発生している混乱についても取り上げていこうと思います。それではまずは関連ニュースから見ていきます。プーチン氏国防次官を解任。補給失敗が理由か。ロシアのプーチン大統領はドミトリー・ブルガコフ国防次官を解任した。国防省が発表した。ブルガコフ次官はウクライナ侵攻におけるロシア軍の物資補給を担当していた。補給の混乱がウクライナ南部などでのロシア軍の苦戦の原因とされているだけに、その責任を問われた可能性がある。国防省は通信アプリテレグラムで、ブルガコフ次官は新しい職務に就くことになったと説明。後任には、ウクライナ南東部マリウポリへの激しい攻勢を指揮したミハイル・ミジンツェフ上級大将が就くという。ブルガコフ次官は2008年以来、ロシア軍の補給作戦を取りまとめてきた。ロシア軍が2015年にシリアに配備された際にも、その補給を取り仕切った。しかし、複数の消息筋は、ブルガホフ次官がここ数ヶ月、政府内部で隅に追いやられていたと指摘。ウクライナでのロシア軍の前進を妨げ、自軍が供給不足のまま放置されるという補給作戦の混乱をめぐり、次官の責任を問いただす声が相次いでいたという。ロシア政府はこのところ、数少ない同盟国の北朝鮮やイランに新たな大砲やドローンの供給を求めざるを得なくなっている。新たに招集されたロシア人新兵が錆びたアサルトライフルを装備している動画がソーシャルメディア上に出回る中、ブルガコフ次官の解任が発表された。記事中に出ているこの錆びたアサルトライフルについての動画もご紹介しておきましょう。こちらが問題になっている錆びたアサルトライフルです。もう見るからにあちこち錆びまくっているわけですが、動員された人たちに渡されたというのです。これだけ錆びるということはよほど手抜きの保管をしていたことがわかるわけですが、これを渡す方も渡す方です。渡された男性たちは、この錆びを落として使えるか使えないかを一応は試すようです。インターネット上ではこうした錆びたアサルトライフルは暴発の危険性もあることが指摘されています。ロシアの戦争推進派は、ブルガコフ次官の解任を歓迎した。後任のミジェンツェフ将軍は強硬派に受け入れられるものと予想される。ミジンツェフ氏はマリウポリでの包囲作戦を指揮したことを理由にイギリスの制裁対象となっている。多くのウクライナ人からマリウポリの虐殺者と呼ばれるミジェンツェフ氏はシリア内戦でもロシア軍を率いてアレッポの町を壊滅させた残虐な爆撃作戦を指揮したとされる。イギリス外務省は3月にミジンツェフ将軍への制裁を発表した際、将軍がウクライナとシリアでの両方の紛争でおぞましい戦術を用いて残虐行為を行ったと非難した。こうした中、アメリカのニューヨークタイムズ紙は、ロシア側の現地指揮官による南部ヘルソンからの撤退要請をプーチン大統領が拒否したと報じた。ヘルソンでは、ウクライナ軍が徐々に前進している。同紙はアメリカ情報筋の話として、プーチン氏が撤退の検討を拒否したため、ヘルソンにいるロシア部隊の士気が低下したと伝えた。同部隊は、ロシアの補給線からほぼ切り離された状態にあり、頼みの綱として浮き橋の再設置を必要としている。兵站の重要性といったものは兵士の数が増えれば増えるほどどんどんとその重さが増していくものです。15万から19万程度のロシア軍が現在ウクライナ領に30万の動員兵をさらに追加するとなれば、その補給はさらに膨大な業務量になりますし、実際に運ぶ量もそれに合わせて数倍にも上ります。ですから、これをコントロールする司令官というのは非常に優秀でなければ、前線に物が届かない。物が届いたとしても遅すぎたり、違うものが届いたり、といったことが頻発するようになります。そしてその中においても弾薬が切れれば戦闘能力を失いますし、食料がなくなれば兵士の脱走を招くようなことにもなります。
ですから今回の人事で後任に据えた人物というのは明らかに畑違いだと考えられるため、兵隊にかかる負担が増大にするにもかかわらず、その処理能力がさらに低下して前線ではひどいことになるのではないかなというのが私の見方です。また今回ご紹介した錆びたアサルトライフルなのですが、一応少しだけ補足をしておきましょう。この動画オリジナルにおいては、銃を渡しているロシア兵はお前たちは戦車兵になる予定なんだから銃を渡されるだけでもありがたいと思えみたいな話をされていたようです。この話の背景を理解するためには動員兵がどのような割り振りをされるかといった話を理解しなければなりません。動員兵は全員が同じ扱いを受けるわけではありません。2週間程度の訓練が終わったらさっさとウクライナの前線へと送り込まれて塹壕に張り付くような人たちもいます。おそらくはほとんどの場合がこれに当てはまるでしょう。しかし一方においてそうではない人たちというのもいます。そうでないパターンの一つが戦車や装甲車、また砲兵部隊へと割り振られる人たちです。そして戦車兵として育成される人たちというのもいます。ただし、これらの人たちが十分に訓練を受けたかといえばそういったわけでもありません。そのあたりについても動画が上がっているので、こちらをご紹介しましょう。こちらの動画においては、ロシア軍の戦車が溝にはまって動けなくなっている。もう一つの戦車においては、ちょっとした水たまりに片輪がはまってしまい身動きができなくなっているという戦車が映し出されています。これを撮影している側はウクライナ側のドローンで、ロシア軍の戦車が動けなくなっているなというのを確認しているわけです。なお、ハッチが開いていることから、この戦車自体は撮影段階においては無人で、この後、ウクライナ軍がもしかしたら露獲に成功しているかもしれません。この映像が捉えたのは東部戦線で、オスキリ川を防衛線とするロシア軍のウクライナ軍を押し返そうとする動きの中で、こうした出来事が発生したようです。なお、これはロシア軍の戦車だからこうやって身動きが取れなくなったというわけではなく、ほとんどの場合戦車は構造上このような溝にはまったり、あまりにもぬかるみすぎた水辺にはまってしまうと動けなくなってしまうものです。ですからここで一番の問題は戦車の構造上の問題ではなく、この戦車を操っていた兵士の技量があまりにも足りなかったというのが一番大きかったでしょう。そもそも溝にはまるようなところを走行しなければこのようなことにはならなかったし、また水たまりに気づいていればこのようなぬかるみにはまるといったこともなかったはずです。ですからこれらの戦車を動かしていたのはおそらくは大して訓練期間もなかった新兵だったと考えられます。今後ロシア軍は保管状態にあった戦車をなんとかオーバーホールして動員兵に少し割り当ててくるでしょう。しかしこれらの兵たちの訓練期間というのはかなり圧縮されたものになるでしょうから、今回のように戦闘で破壊されたのではなく、その他単純な事故として動けなくなって放棄される戦車というのも珍しくはない、そういったことになるかもしれません。なお、もう一度少し話を戻って、なぜこのようにサビサビのアサルトライフルが兵士たちに手渡されたかについての話をしておきましょう。そもそも論としてプーチン大統領は今年中の大幅な兵力の増員といったものは予定していませんでした。というのも8月に発表された計画においては2023年1月来年の頭から13万人程度ロシア軍を増強しようとすでに大統領令に署名しています。ですから先月の段階においてはそもそも部分動員令そのものが構想になかった可能性があるのです。ではなぜこのように30万人動員する話が今動いているかといえば、それは9月のウクライナ軍の反攻によってハルキウ州の占領地のほとんどを奪還されてしまったという事情があります。この時ロシア軍は武器、弾薬、兵器、そして兵士も多く失っています。そして奪還されている領土そのものは少ないものの、今回ご紹介した記事にも最後あったようにウクライナの南部戦線においてもロシア軍は苦戦中です。このような東部戦線、南部戦線の状況を考えた場合において、来年1月まで増員のスタートを待っているのはとてもできないとプーチン大統領は考えて、急遽この部分動員令の実施へと動いたのでしょう。ですからロシア国内においても準備が全然間に合わない中で、実際の兵士だけがどんどん召喚令状が出される時代となり、サビサビのアサルトライフルを兵士たちに渡さざるを得ない状況へと陥っているわけです。このあたりどれだけロシア国内において混乱が広がっているかというのを見て取れます。では動員がうまくいっているかといえば、そちらの方もやはり今混乱を極めています。ロシア国内大きな都市などで反動員デモが様々な場所で起こっていることは伝えられています。それに伴ってデモ参加者が治安当局者に逮捕されるといった事態があり、
今日は何人捕まりましたよ、何人ですよといった話などが連日ニュースになっています。その中においても最大規模の抗議デモが発生しているのが、この地図で示したダゲスタン共和国です。ダゲスタン共和国のデモは本当に大規模なもので、治安当局が抑えるのに苦労している様子がインターネット上に投稿された動画などからわかります。抗議デモに参加している人たちは非常に多いのに対して、これを抑えようとする治安当局者の数が少ないために、むしろ警察官などが追い回されるなどという動画なども出回っています。ただし、一部ではデモ参加者があまりにも多すぎるために、治安当局側が空に発砲して威嚇するなど、かなり緊迫している場面もあるようです。今回の部分動員といったものは、明らかにロシア国民にとっては騙されたという気持ちが強くあります。プーチン大統領は特別軍事作戦であり、実際にウクライナに行くのは志願した契約軍人のみであるという話をして、一般国民には全く気にしなくて大丈夫だと言い続けていたからです。そのために急遽予備役から動員を行うといった話が出てきたために、最初聞いていた話とは全く違うじゃないか、私たちも戦争へと連れて行かれてしまうじゃないかといったことから、各地において反動員デモが発生しているわけです。そしてダゲスタンで抗議活動が活発化したのには理由があります。それは動員するときに非常に地域差が大きいという話がロシア国内で駆け巡っているからです。ダゲスタン共和国というのはジョージアに近いところで、ロシア国内では少数民族と呼ばれるような人たちが多く暮らす地域です。少数民族というのは徹底的に動員がかけられているという話が、今回のダゲスタンやもしくはロシア中部東部などにおいて様々告発がされています。しかも動員されるときに根こそぎ男手を持っていかれるということに加えて、どんなところに送り込まれるかといったことに関しても、こうした少数民族出身者とモスクワ出身者では全くその割り振りが違うというところも大きな問題とされています。例えば、モスクワで徴兵された男性たちが、さあこれから君たちは戦車兵になるんだよ、これからは砲兵として訓練するよといった形で、どちらかというと危険性が少なめの方に配属されるのに対して、こうした少数民族の人たちは、訓練2週間が終わったら君たちはもう前線へと送り込むといったような話をされて、これを現地では大砲の餌にされてしまうと表現を行っています。銃を撃つことがまともにできるかどうかといったような状態の人たちが塹壕にこもっているだけではほとんど何もできないわけです。ただただ攻撃を受けるばかりの日々の中でどれだけの人が生きて帰れるかはわからないというわけです。このような事情というものがロシア国内のインターネット上でもどんどんと伝わることによって抗議デモがより一層激しくなった地域が発生しているというわけです。プーチン大統領のこうした政策というのは今は力で抑えられるかもしれませんが、時間が経てば必ず多くの人々の不満を招き、ロシア連邦という連邦国家そのものの枠組みを破壊する可能性があると私は見ています。また、今回の動画でもご紹介しましたが、兵站の任務を行う人物があまりにも畑違いの人物であり、おそらくは兵站業務がどんどんと膨大になっていくのに対してこれを処理しきれず、さらに状況は悪化すると私は思っています。兵士の数さえ増やせば戦争はうまくいくというわけではありません。戦争というのは必ずそれを支える兵站のシステムが必要であり、兵士が戦闘力を発揮できるかどうかといったことも、ある意味システム的に考えを持たなければならないのです。プーチン大統領はこのあたりかなり勘違いしていると言えるでしょう。そして人間の命を数としてしか見ていないというこの考えがロシア国民の多くの人たちに認識されるようになったとき、プーチン大統領の権力の座というのも怪しくなってくると私は思っています。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックやコメントの書き込みをよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。